こんにちは。マインドスポーツオリンピアド2021サークルオブライフラウンド2を解説します。今回は先手、青です。今回も進化できなくなって勝つことを目標に置いていきます。外側から2周目の角がこのゲームの要所です。理由は、外周の角ぴったりに3マス接しており、最終的に4の大きさに進化した際に効率的に置ける場所をなくしていけるからです。順番に要所を確保していきます。取られた要所の外側の角は様子見の手です。赤に F3 に置かれると F4 もしくは G4 で花の形ができてしまうため、先に F3 に置きました。配置的にも次に E2 もしくは F2 で曲がった3の形ができるので悪くありません。角の要所は取られたら即置き直します。E2 は2コマ取る手ですが、序盤は何コマ取られようが気にしなくてよいです。手待ちの意味も込めて、将来自分だけが置くことになりそうな A4 をあらかじめ埋めておきます。角の要所を取り返します。C4 で花の形が完成するのを防ぎます。さらに手待ちです。このゲームは置けば置くほど身動きが取りづらくなるので、様子見が割と効果的だったりします。D5 で花の形が完成するのを防ぎます。この後 D3 で作る4の塊は G4 で確実に取れる形になります。その他 C2 や B2、E5 で作る4の形もすべて確実に取れる形が存在しますので、探してみてください。C6 で花の形を作ることを目指した手です。赤が C6 で防いできたら A1 が講師になります。A1 の後 B2 に置けば確実に取れる形になるため、それを防ごうと赤が B2 に置いても、今度はその4の形が A2、B3 で確実に取れる形になります。G8 で催促されたため、花の形を完成させます。4の一直線で花が取られますが、まだポイントに余裕があるため、気にする必要はありません。しつこいですが、角の要所は即置き返します。空いているマスの中で、花の形が作れそうだったので、とりあえず一コマ置きます。B2 は揺さぶりの一手です。B3 から曲がった3の形を取るように見せかけつつ、次に C2 もしくは A1 から4の塊を作ることを考えた手です。C2 の場合は A1 か C1、A1 の場合は C2 か A0 か A2 がありますので、確実に4の塊ができます。また、その4の塊は確実に取られない形になります。D3 に置かれたので C1 に置いても3の直線で取られることがなくなりました。よって C1 から C2 の順で4の塊を作ります。急いで C2 に置かなくてもすぐには取られないので他を優先します。この局面では G4 を確保しておけば中央の4の塊は確実に取れるので G4 に置きます。G3 や I6 で取られてもまた G4 に置けば良いので気にしなくて良いです。予定通り G4 に置きます。
C0 で催促してきたため、4の塊を完成させます。取られても2コマずつの生産、取られなかったら次に F1 から4の花もしくは塊が作れるので、D0 としました。取ってきました。G3 で花の形を防ぎたいところではありますが、そうすると中央の4の塊が取れなくなるので見送ります。I5 は、下の曲がった3の形を取ることを見据えた手です。H5 で4の塊になった場合は花の形から取れます。G6 や I7 で4の形になった場合は、H3、G2 から取ることができます。左端は最終的に青が3マス置くことになりますので、取りながら置けるならラッキーです。E0 は青しか置けませんので、さっさと埋めます。花の形を仕掛かります。ここは最終的に H4 で埋めて勝つ可能性も残すため、F4 には置きません。と言いながら実戦では置いてますね。F5 の方が良かったかもです。今確実に取れるのは12コマ、あと4コマ取りに行きつつ、盤面を埋めていきます。あと1手で取れるようにします。中央の4の塊を取るか、下の4を取るか、悩みどころです。中央の4の塊は、取ってもこちらの駒が取られることにはならないので、こちらを選択しました。赤が置けるのは残り D3、E4、E5 のみ、E5 なら F7、D3、I8 からの D7 で20点となり勝ちです。そのため、D3 か E4 に置かれた時のことを考え、先に D4 としました。D5、C5 と順に置くことで、合計3コマ取れることになります。盤面を埋めつつ相手を足止めできるので、かなりお得な状況です。予定通り D5 からまずは1コマ取ります。他で盤面を埋めながら待ちます。そしてコンボ発動。あとは置ける場所の少なさを生かして一気に取っていきます。2回戦はポジショニングで展開を優位に進めることができました。参考になれば幸いです。ここまでご視聴ありがとうございました。